ということで、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。今回の動画はですね、去年1年間、2022年、自分たちで作ったキャンプ場、DIY してね、作ったキャンプ場なんですけど、そこの売り上げ公開をしたいなと思います。大変でしたよ、1年。大変でした。まあ冬もありましたし、暑い日もやったし、ということで、もう早速行きましょう。はい。1月の売り上げ、まずなんぼだと思う1月ですか？去年1月。去年の1月。月ですもんね。そう。30万。14万2452。少ないですね。これ平日土日合わせて約30組の方が来てくれてるっていう感じですね。2月減ります。13万。19万9100。上がるんです。上がるんですよ。これも28組来てるけども、あ、でも物販とかもあるね。そうですね、ちょこちょことか、あとサウナ収益とかあります。はい。人数的には子供も合わせて89人来てたりします。2月は89人。で、3月が19万300。変わらず。変わらずという感じ。96人増えましたね。増えました。4月。増えたけど、4月、まあ上がりますよね。上がる。25万。14万。下がるんですか？下がる。下がるんです。はい。75人来てますね。減りましたね。やっぱり雪解けだからね、べちゃべちゃしてたりとか、やっぱり。そうですね。北海道のキャンプ場は雪解けがありますから大変です。ぐちゃぐちゃでしたね。はい。5月雪も溶け始めて、まだ残ってたね、5月雪が。そうですね。30万。26万。お、近い。26万です、約。は近い。い。で、来た人数は119人増えましたね、かなり。増えてます。6月。もっと増えたんじゃないですか？いい時期。キャンプシーズンインって感じじゃない？さっきで26万ですもんね。26万。30。27万。ちょっと上がりましたね。ちょっと上がったんだけどね。でも意外に6月来てないんだね。そうですね。変わらずって感じで。上半期はこんなもんですよ。7月、ここからですから。7月、夏のいい時期ですよ。36万。47万1630円。おお、すごい。すごいね。はい、かなり上がった。約175人来られてます。やっぱりあれですね、波のある感じなんですね、営業あ的には。るよ。8月、一番こう子供も夏休みだったりとか、キャンプしてていい時期ですから。さっき何本でしたっけ47万。47万。80万。91万4057円プラス、これトレーラーの道民割っていうのも別に入ってくるお金が25万6000円。ということは、117万円ぐらいです。やば8月。そんな上がるんですね。上がる。100万超えですよ。すごい。8月。念願の。9月。変わらずって感じですか？ちょっと下がるかな。85万。73万8880円。上がりましたね、結構。プラス、道民割22万2000円。つまり、96万ぐらいです。おー、あ、じゃあ高いんですね。ちょっと下がったけど、100万には届かずっていう感じだね。そうですね。で、利用した人が250人ぐらい。増えましたね、かなり。子供お金取ってないですからね。そうですね、大人だけの計算ですか。北海道は10月はもう秋です。紅葉も始まって。10月の売り上げは66万2790円足すラブ割。北海道ラブ割ですね。旅行支援の名前が変わって。31万9560円です、プラス。なので、合計で98万円です、約。おお、10月ですもんね。10月。いいね9月、10月で言ったら10月の方がちょっと高い。あ、本当ですか？この旅行支援があったから。キャンピングトレーラー泊まりですから。あれが簡易宿泊ということで、道民割の適用ができている。全国旅行支援の適用ができているということですよ。なるほど。そうです。で、10月も250人ですね、約。変わらず。で、11月が何ぼだと下がります。下がります。55万。テント泊が23万7600円。プラス旅行支援で6万2520円。29万、約30万です。11月。だいぶ落ち一た。気に下がるっていう。この雪の降り始めとか寒くなるとき大変ですから。そうですね。なんかね、こう人、流れが悪くなる時期ですからね、11月って。で、12月。雪がもう降り始めました。もう夜はマイナス氷点下ですけどね。さっき30ですもんね、30万。まあ、35万。おー。
これね、テント泊39万。意外に増えてんな。増えましたね。で、旅行支援が10万円ってことで、まあ約49万。50万。50万です。で、これ、1年間での売り上げがですね、557万6071円。土曜日の来た人たちが1036人。日曜日が254人。難しいね。まあ、いかに冬よりも夏勝負って感じなんですかね。まあ、今回はこの道民割とかね、全国旅行支援もあったから、結構トレーラー泊は好調だった夏が。そうですね、かなり埋まってましたね。そうですよ。どれだけ経費かかったかっていうこと大事ですから。557万、まあ約560万売り上げたけども、やっぱり経費かかりますから。そうです。家賃はかかった。経費。経費。まあこれは流動的な経費、が人件費でしょ。電気代とか。あとは薪の仕入れとか、まあそういったような感じだよね。でそれで人件費もろもろ合わせると経費が1000万円。赤字じゃないですか。サラリーマン DIY キャンプ場5人もいればそれは赤字になるということです。もう遊び半分でやらないとできないってことですね。でもこれ1人でやったら年収500万。557万6千円。まあそこから仕入れだったりとかするけども、毎月10万円経費だとしても120万減るから400万円ちょっとは手元に残るんじゃないかなっていうぐらいの感じですよね。あとはその中から最初に投資した設備投資代をまあ何年かずつで返済していくようなイメージだから、キャンプ場、まあ私たちのキャンプ場は1500坪でだいたい12組限定にしてやってるんで、まあ、もっと大きければもっと売り上げ上げられるのかもしれないけど、やっぱり土日のいい時期ハイシーズンとかはやっぱり12組、まあ入れて14組ぐらいだったもんね。そうです。だからもうちょっと広いキャンプ場だったらいいのかもしれないし、もうちょっと組数を詰めて入れるようなキャンプ場だったらいいのかなっていう感じはありますけどね。まあ、あんまり間とかギツギツにしないように入れてるんで、まあ、こんなような売り上げかなと思いますけど、でも今日もね、まあ、2023年にもなってますけど、今年は、まあ、冬やってないんですよ。3月ぐらいからやり始めようかなと思ってます。休業ね。休業中なので、また例えば4月からでも4、5、6、7、8、9、10、11、12ってまたやったとしても9ヶ月ありますから、毎月100万以上狙います。そしたら900万です。900万で人件費とか合わせて経費1000万だから100万の赤字。年々でも減っていくんですよ、そこは。それからやっぱりマサの給料を月に7万にする。7万ですか。もらえるだけありがたいです。いや、そうですそうです。っていう風にねしていくと、まあキャンプ場経営は成り立つのかなと思います。はい。何か皆さん聞きたいことがあればね、コメントで、ね、細かい経費もあるんですよ。なんか経費もっと知りたいなとか、何か運営コスト他にもあるかとか、逆になんで赤字なのにやってけんのよとかね。質問等があればぜひぜひコメントで受け付けてますんでね。はい、今回の動画は2023年の素人が作ったキャンプ場の売り上げということのね動画でした。はい。そんな感じで、ではまた。